この世は極彩色に輝いているというのに、あなたは凍てつくようなモノクロームに包まれていて、今からそこで一役演じなければならない。あなたの住む世界は舞台なのでございます。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回はタミヤ製、ニスモ R34GTR Z チューン。こちらのキットを製作いたします。初版発売日は2005年の6月。東京オートサロンで大きな話題となった実車をいち早くキット化したものだそうです。日産が一番輝いていた時代。サクッと作ってみましょう。20年前のキットとは思えない上質さ。開封せずとも出来の良さが溢れ出てございます。カスタムパーツとして追加された素敵なホイール。個人的にもこういう形状が好きなんですよね。タイヤは超扁平で高級感がございます。クリアパーツは多め。シャシー裏のカバーがありますね。こちらはノーマルホイール。車内パーツが案外多くて面倒くさそうです。メッシュシートとデカールとイントレットマーク。イントレットマークを貼るのが苦手なんですよね。説明書の洗練されたレイアウトはタミヤ様の真骨頂。出た。シートの塗り分け。これマジで大嫌いなんですよね。必要な塗料は何でも構いません。好きな色に染め上げるのがプラモのたしなみなのでございます。シャシー裏なんて塗り分けを拒むかのごとく一体成形。こりゃ間違いなくシャシーブラックで塗りつぶしですね。いぶし銀の渋い輝きを見せつけるインテリアパーツ群。このキットで一役演じている素敵なホイール。カスタム仕様のフロントバンパー。ノーマル仕様とはかけ離れたいかつさを見せつける顔つき。2005年を彩る役者にふさわしいお姿です。ボディ自体も専用設計らしくフェンダーの張り出し具合が派手ですね。しかしランナーが面倒な箇所で繋がっていたので処理が面倒ですね。何もこんな失敗が許されない箇所をゲート処理させるなんて。さすがサディスティックなタミヤ様でございます。これマジでちまちま面倒だわ。イライラしてくるとお菓子が食べたくなってくるんですよね。傷がつかないように筋彫りラインテープで保護。この電動工具はバイクのポート研磨などで活躍した愛用品。足踏み式のスイッチで操作できるので楽なんですよね。仮組みしようと思ったのにやけに拒んできたので諦めました。ドアパネルの筋彫りはカチッと綺麗なラインなのですが深さが足りないと感じました。そんな時はハイキューパーツ様のラインスクライバー。サイズは 0.15。カーモデルではこれ1本あれば十分だと思います。なんという心地よい抵抗感。白銀で滑らかな R34。自らの手で容赦なく傷を刻んでいくこの感覚。皮膚の表面を薄皮一枚一枚丁寧に切開していくような。ふふふ。ゾクゾクいたします。右は手を加えていない状態。そして左が無我夢中で快楽を追求したライン。この些細な違いが仕上がりに差が出るだなんて大層なことは言いません。それはすなわち自己満足の世界でございます。テールランプ周辺の複雑なパネルラインも覚悟を決めてカリカリ。いや本当にこんな作業は自己満足ですからね。純正のまま仕上げてもかっこよくなるのでご安心ください。
私極度の乾燥肌なので静電気がすげえんですよね。おやおや。どうしたのですか黒猫。そんな段ボールの隙間にはまって抜け出せなくなったのですか。数千年生きた魔女の使い魔のくせに全く情けない。気が向いたら助けてあげますからしばしそのままはまっていてください。ご覧くださいませ。我が屋敷の片隅に横たわる漆黒の毛並みを持つこの生命体。食べて遊んでしまいには段ボールですやすやと良いご身分ですね。たまに半目開けてこちらの動向を伺いやがるんですよね。このホームレス猫マジで許せねえ。筋彫りを終えてフロントバンパーの接着も完了。かなり目立つ箇所なのでゲート処理は慎重に行ってください。あまりの存在感のあるお顔にしばし見とれてしまいます。パネルラインに十分な深手を負わせた後はボディの裏打ちへと進みます。タミヤ様のフラットブラックは裏打ち専用塗料みたいなもの。この腹黒さは相当なもの。ラピッドシンナーのおかげで闇に染まる速度は音速を超えます。裏打ちをするとボディに重厚感が現れます。どんなに表面を美しく縫い立てようとも、光にかざした途端に薄地が透けてしまっては興ざめというもの。徹底的に痛めつけたパネルラインにもほんのりと闇が深まったようで何より。このまま成型色で進めるのもやぶさかではない気がしてくるほどに美しい。目指すは金属の重厚感と冷徹な輝きをまとった至高のシルバー。ですが圧倒的な闇を敷き詰めるイノーブラックさんの出番。何気に複雑な形状。角や隅から塗ります。清楚なお方が少しずつ闇に染まる姿は本当に美しいですね。切り刻んだランナーにパーツが残っていないか要確認。そしてキットが完成するまで捨てないでください。このホイールを艶ありか艶なしにするか迷いまくってございます。彫刻薄葉を採用したボンズ様のニッパー。残念ながら廃盤となっているようです。薬剤と乾燥。そしてタイムアタックのようなプラモ作業で汚れた手をご了承ください。目がさわたるほどの青空。作業部屋の毒々しい塗料の匂いを嗅ぎ続けていた鼻孔に、澄み切った奈良公園の風が染み渡ります。食料を求めにシッカさんがやってくるのですが私どもは冷徹思考。さすがのシッカさんも動揺を隠せずにドタマをグリグリ。少し歩くだけでじんわりと額に汗がにじむ絶好の行楽日和。シャバの空気はうまいですね。ケーキを終えた体に染み渡ります。ちょっと隙を見せるとシッカさんがあざとく近づいてきます。まあ私はシッカさんを甘やかさない主義なんですけどね。こちらの素敵なお店は水谷茶屋。奈良で最も絵になる茶屋と言われるかやぶき屋根の風情あるお店です。今日も外国からの旅人の人気をさらっていました。思いつきで来たのは若草山のふもと。
立派な角のシッカさんが帰省でお出迎えしてくださいました。鹿の鳴き声を初めて聞いた方も多いのではないでしょうか。空気を上げる。あれ、入山料いるんでしたっけ？もともとは地元民なのに忘却の彼方でございました。ウィノーブラックで染め上がったボディカウル。濃いめに塗ったのでとめんが荒れているところもございますが、この艶深きウィノーブラックでも問題なく誘惑に負けてしまいそうな私がいます。リアウィングとマウントを塗るのを忘れていました。こういうちょっとした忘れ物が完成から遠のくんですよね。仮組ついでに接着してバランス取り。このキットはシンプルに見えて案外細かなパーツが多い印象。スーパークロームシルバー2でボディを塗ろうと思います。本塗り前に荒れた塗膜を軽く鳴らします。今回は単色塗装。柄が目立つので少しナーバスになっているのかもしれませんね。ボディの乾燥待ちにシャシーの塗装を済ませてしまいましょう。このド派手なスタビライザー。完全に遊びモードです。またしてもありえない配色。一体どうなることやら、何の確信があるのか知りませんが大丈夫でしょうか。説明書の指示ではセミグロスブラック。ですがこういう時に使いたいと以前に買ったまま忘れていた塗料がございます。それがこの軍用重化基色、反光沢のアルマイトブラックとのこと。適当に希釈してささっと塗ったら至って普通でした。おそらく小学校の遠足以来の若草山。娘には内緒ですが私も案外ワクワクしております。開始早々に登板の角度がなかなかエグいんですよね。さあ渡る青空。汚職政治家が謎の接待ゴルフしてそうな整った芝生。そしてこの勾配。中世ヨーロッパで行われた樽転がしの拷問にぴったりな坂ですね。娘の登板速度によってと私はついていけず、とうとうこんな日が来たのかと感慨深くなります。シッカさんを発見すると必ずちょっかいを出す娘。まるで空に到達する直前に現れた茶店。5カ国語を話せる店主が迎えてくれました。私も日本語と関西弁なら喋れますけどね。騒ぎ立てる世界にポツンと佇む銀色の塊。心の底から冷たくなるように感じる色。時折見せる暖色。モノクロームの世界はなんて艶やかで美しいのでしょうか。デカールはたったこれだけ。ですがピンセットがないと貼れないほど小さなデカール。こういうのってごまかしが効かないので案外難しいんですよね。そして苦手作業上位にランクインするイントレットマーク。
エンブレムみたいな超重要なマークに使います。まずはブレーキランプ。適当な箇所でデカールの特性をつかみます。こういう極小のデカールはレーシングカーにはあまりないんですよね。貼り付けるというよりも、そっと添えるように配置します。モデラー様それぞれに流儀がございますが、私はデカールフィクサーや水分を目で浮かすように配置するのが好みです。速攻でピタッと貼り付いて修正が効かないのが一番怖いですね。ホイールはニスモブランドですが製造はレイズ。こういう形状のホイール好きなのですが最近はとんでもなく高騰しているのでしょうか。全く目立ちませんがフェンダーの裏側にもデカールが貼ってございます。繊細な銀細工のように美しい彩り。サディズムに傾倒したタミヤ様を黙らせるほどのシルエット。なんて美しいのでしょうか。ですが私の粘着質も相当なもの。まだまだ美しさの境地に立っていただきます。ウィンド量マスキング。そりゃもちろん入ってますよね。こんな面倒な野良マスキングなんてしてられないですよね。これ好きなんですよね。クリア化されている写真裏のカバー。これはまさしく模型だけの特権。リアルだけがスケールモデルではないのでございます。ランナーからクリアパーツの切り取りは特に慎重に。引っ張るようにして剥がすとカールしないので貼りやすくなりますよ。私の精神状態が珍しく良かったのかことごとく一撃で成功したんですよね。重厚なシルバーの輝きから一転、小学生の遠足レベルの登山にしちゃ結構しんどくないですか。普段から炎天下の現場仕事で体力には自信がございますが、足腰は確実に弱ってきていますね。おお、結構な高度まで来ましたね。しかし娘よ、お前さんその小さな体のどこにそんな体力あんの。爽やかなお散歩から一転、こんなデコボコなシートを塗り分けさせるプラモメーカー様。目の前に立ちはだかるのは地獄のマスキング作業でございます。塗れるものなら塗ってみろと言わんばかりの意地悪な造形。あまりのド S ぶりに私でさえ少し嫉妬してしまいます。0.3ミリから0.5ミリのハンドピースに変更。クリア塗料はガヤノーツ様の EX クリア。デカールでごまかせないのでホコリを徹底的に払います。シルバーの塗面はとても繊細。クリア塗料を吹きつけた途端に溶解することが多々ございます。よって砂吹きを数回こなして粒子の粗いクリアコートで保護します。模型というのは静かに進みますが、想像するよりもずっと時間との戦い。少しでも気を抜くと一つのキットをこなすのに数ヶ月経過することもしばしば。こちらが砂吹きクリアの結果。
艶のないざらついた姿。ここからは岩盤に圧力かけて艶やかに仕上げていきます。上心からの使者。この黒ぬこはやけに段ボールの銘柄にこだわるんですよね。ヨドバシの段ボールはひっくり返すのがお気に入り。ヨッメイと黒ぬこの壮絶な紛争。エビフライドローンでたやすく罠にかかる魔女の使い魔。だんだんとヒートアップしてくるのは現実社会の紛争そのもの。覇権を握り油断をした刹那。ヨッメイの腕にしがみつき噛みつく奇襲攻撃。ですが噛まれてちょっと嬉しそうなヨッメイ。この状況は第二次世界大戦を思わせる連鎖反応の応酬。やられる前にやる。過剰反応が世界を巻き込む縮図そのもの。世界から争いをなくすことなど不可能ということでございます。このキットの足回り系は好き勝手にさせてもらおうと決めていました。模型ならではの色使い。完成したら写真裏なんて見ることもないですが、こうやって動画に残すことをメリットにしてカラフルにしてやろうかと。本来はセミグロスブラックが指定色。ですがこういうのも良い感じじゃないですかね。1999年から2002年まで生産された BNR34 型。幕を引いた王者にも狂気の続きが残されておりました。ニスモの職人たちは極上の V スペック車両だけを買い集め、その皮膚を剥ぎ取った後に骨組みにまで解体したのです。歪みを正し、補強の鎖で縛り上げ、レースの血塗られた心臓を搭載する。一度役目を終えた名車を黄昏の淵から引きずり出し、絶対的な力を与えて生まれた最高傑作。世界にわずか20台の真実。それこそがニスモ R34GTR Z チューンでございます。クリア塗装を3回重ねたボディカウルが乾燥して戻ってきました。シルバーの粒子が埃と塗面の粗を相殺してしまうため、研ぎ出さずとも見た目に問題はなかったのですが、指先で触れるとざらつきが確実に伝わってきます。シルバー塗装の難しさ。部分的な塗装なら気にはならないのですが、今回のように全塗装となると難易度は格段に上がります。エアブラシのカップ内ですら粒子が沈むため、ムラが出ないように頻繁なうがい動作と、躊躇すら許さない素早い吹き付け動作が求められます。埃が付着してもクリア塗装で埋めてしまう覚悟が必要な工程。久々に4000番の研磨コンが本当に消すことができるのか不安になりました。しかし1万番まで研磨すると一目見ただけでは綺麗な姿まで回復しました。ですがこれがまた老眼が進行した私でさえ、目を凝らせばまだまだ粗を確認できちゃうんですよね。セラミックコンパウンドで研磨傷を消し去ります。しっとりとしたツヤが復活して一安心。今回のボディは複雑にエッジが立っているので研磨するのも気を使いました。しかしこの時期でも研磨していると静電気でホコリを呼び寄せますね。最近部屋の掃除をサボっていたので反省しなきゃですね。カーモデルの最難関である窓枠塗装。この作業さえなければと思ったモデラー様は無数におられるのではないでしょうか。最近ではデカールで再現できるキットもございますが、やはり仕上がりに不満が募るんですよね。マスキングテープをピンと張らずに余裕を確保しながら貼り付けて窓枠に沿わします。
こんな面倒な作業をさらっとこなすのがカモデラーの慣れの果て。このキットのメインイベントはこれ。タミヤ様も何をとち狂ったのかバンパーと一体化にしたフロントリップ。こんなにもマスキング作業が億劫になる形状が他にあるでしょうか。さてどうやって処理しましょうか。シワにならない程度に何枚かに分けてマスキング。リップだけ別パーツにしてくれたらよかったのに。タミヤ様ならできると思ったのに。窓枠マスキングに一晩かかりました。ねえ、タミヤ様。相変わらずこの解体やスタイルは微笑ましいですね。足回りよりもぶっ通しで作業しているゴロゴロの指先の方が気になって仕方ないですね。この遊び心の破壊力。浅間山荘の鉄球並みの破壊力ですね。センス最高のこのパーツ。後で判明したのですが、通常の R34GTR 用らしく、今回の Z チューンではバンパー形状がありませんでした。ですがこの模型心をくすぐる素敵なお姿、なんとか使いたいですね。窓枠塗装が面倒なスポーツカーキットにも嬉しいメリットはございます。それはタイヤのトレッドにある針を削らなくても目立たないということ。私は見えない箇所は手を抜いちゃう癖があるんですよね。次第に車の形になってゆくプラスチックの塊。ここまで来ると完成が見え隠れして私の心も高まるばかり。さて窓枠マスキングを剥がしてみましょう。デカールこそ保護皆無なのですが、クリア塗装が剥がれないように慎重になる必要がございます。懸念事項だったフロントリップの塗り分けも結果を見て一安心。こんな些細な箇所を黒く塗るだけでこんなにも雰囲気が変わるなんて。国際色だけが褒めたたえられる世界ではないということですね。標高342メートル。空に浮かぶ庭園から奈良盆地を一望。地球の丸みだけを考えた場合、人の目の高さが約 1.7 メートル。すると水平線までの距離は約 66km です。大気の揺らぎがかろうじて収まるとき、京都市内の繁栄まで望むことができました。ウグイスのミササギと刻まれた石碑。
若草山の山頂には5世紀前半、約1500年前に築造の前方後円墳が鎮座しておりました。今となっては文献にも残らない誰ともわからぬ権力者の墓。時が経ちスマートフォン片手にお散歩ハイキングのコースとなっていました。上りであれほど元気だった娘。下りでも相変わらず軽快な足取り。大人は膝ガクガクでなんとか下山。木漏れ日の差す参道で一頭のシッカさんがお出迎え。新緑の天井から降り注ぐ光のつぶて。このあまりにも美しい舞台装置がここでの主役。モノクロームの配役とはかけ離れた色彩に、ほんの少しだけ私の心も色づいたようです。現実世界に戻れば早速ダクト裏にメッシュシートを貼り付ける工程。これもやけに面倒に感じるのはなぜでしょうか。確かに格好良くなるのは間違いないですね。ヘッドライトレンズをはめるとどうにも安っぽさが溢れ出ていたため、説明書に指示はなかったのですがヘッドライト周辺は黒に染めました。こんな箇所はエナメル塗料を爪楊枝で塗り塗り。はみ出してもエナメルシンナーで簡単に拭き取れるのでお気軽にどうぞ。ウインカーの塗装指示もなかったので、適当に枠を墨入れしてからクリアオレンジを塗ることにしました。こういう工程ってどこまで追い込めばよいのか基準がないので難しく感じますよね。ですが基本的には適当で問題ございません。正解がない工程を追求するよりもさっさと先に進む方が心は軽くなります。ちょうど急に大嫌いなイントレットマークの貼り付け。精密なピンセットでも剥がしにくいのにどうやって貼るんだと。そもそも説明書にその説明がないのに初心者を突き放すんじゃないよと。毎回イライラしながらクリアシートからイントレットマークを剥がしていました。本当に毎回タミヤ様の愚痴を盛大に漏らしつつ作業していたんですよね。そこで私の血管は内出血するほど切れてしまいまして。タミヤ様に電話してカスハラしてやろうと意気込んだ刹那、一瞬目に飛び込んだ説明書の隅に小さくイントレットマークの貼り方が載っていたんですよね。私は仏のような目に戻り、タミヤ様の優れた説明書を崇めるのでございました。ウィンドウパーツも綺麗に塗り分けが完了したようですね。しかし見るからに接着するのり白が少ない形状。白く濁らない接着剤を選択する必要がございます。フォグランプレンズの枠にも黒を塗っておくとメリハリが効きます。ハイグレードも軽用セメダインでクリアパーツを接着。はみ出しても水を含めた綿棒できれいに拭き取れます。ゆっくりとした高加速度なので作業に余裕がございます。GTR といえば4灯のテールランプ。塗膜の厚みまでも計算されたボディ造形なので綺麗に収まりました。この大切な R バッジのイントレットマークも無理やり台紙から剥がしてました。いや、ほんと今までよくやっていたのだと呆れ返りますね。このキットが発売されたのは2005年。このあたりにカーモデルの設計が少し改善され、ボディの取り付け工程が簡略化されました。無理やり広げて何が何でも爪に引っ掛けて固定させる意味不明な文化も影を潜めます。
そして、一つの劇は静かに終わりを告げます。この世は舞台であり、誰もがそこでは一役演じなければならない。モノクロームにきらめくシルバーは弾丸よりも早く、星々の喝采を全身に浴びるのはあなたでございます。白と黒の狭間に生み落とされた冷徹な曲。その姿は幕の開かぬ舞台で至高の美を放ち続けます。なんて綺麗で、そして愛おしい戯れだったのでしょうか。舞台の明かりが落ちようとも、また次の哀れな役者がすぐそこに迫っているのでございます。ニスモ R34GTR 完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。